コシヒカリなんですけど作っていただいてて、完全に精米したものと八分好きっていうこの2種類ブレンドしてるんですよね。お酢をちょっと変えてます、厳密に言うと。まあお水の量もちょっと変えてるんですけど、この熟成寿司よろずっていうそのお店の雰囲気というか、やっぱり色はちゃんと出したいよねっていうところで、まあ、大将の白山さんと相談していろいろトライアンドエラーしながら作った酢飯というかシャリですよね。この何時何人来るか分かんないスタイルだとロットが1週間前に決まっちゃってるっていうのはまあ1個デメリット、その商売として見るとやっぱデメリットというか、そこでじゃあ例えば早いもの出しちゃってもあんま意味ないので、最初のやっぱり3日間すごく重要で、いかに水分抜いていくかなんですよね。この水気というか、これをどんどん抜いていってあげる。これが4日目なんですよ。これ2日目なんで昨日来たんですけど、この濡れ具合というか、この水分をいかに抜いていくかなんですよね。ここを観察するのが仕事してる側としてはすごく一番楽しい。熟成をするにあたっての自分の考え方重要なので、2日目のカレーも言ってしまえば熟成ってよく言うんですけど、1日で食べきれないものを昔は保存食として日持ちするようなものも一応熟成にはなるんですよね。慣れ寿司だとか伊豆市だとか、そういうのに対して現代の熟成寿司だとやっぱり美味しさを求めての熟成なので、やっぱりこういうちょっとアプローチ変わってくるんですよね。工程とか自体は普通のお店とそんなに変わらないかなと思います。ちょっと珍しいのでいうとね、この背びれ取らないって感じですかね。なんか大体取っちゃうんですけど、これ4日目ですね。お魚はだいたい1週間から2週間前後なんです。光り物でいうとちょっと短めにはなるんですけど、だいたい長期熟成のものだったら1ヶ月前後。熟成寿司っていうカテゴリーのお店より若干日数も低めなので、普段召し上がってる魚にちょっと近い。ただその熟成させた時のお魚の特徴って出てくるんですよね。タンパク質の脂肪硬直がほどけてすごい柔らかくなりますね。ねっとりするものもあればちょっとふわっととろっとするようなものも出てきたりするんですけど、でもう一個が、噛めば噛むほど、どんどんうまみがやっぱり味が濃くなるんですよ。お客様へのお願いとしては1個だけいつもより多めに噛んでくださいってお願いしてるんです。そこに照り焼きですよ。3日目ないし4日目でピンポイントで使おうっていうところなので、その次の日まで持ち越すってことはないんですよ。1日売れる量しか基本的にはやらないので、さっきのおろす前の丸の状態とこうやって開いてからの劣化っていうスピードだいぶ違うんですよ。食べれる食べれないで言ったら食べれるんですけど、別に自分らの表現したいものではないので、夜ちょっと光り物売り切れになっちゃうことが多めです。骨もうまみなので過食できる骨を残しておきたいんですよね。お酢につけて柔らかくなるっていうことを考えて提供もなので、お客さん来てイワシどうしても食べたいです、その場でおろせばいいじゃんと思うかもしれないですけど、やっぱりその酢につけてこの食べてもらいたい骨もあるんですよね。この骨ですよね。口の中ってほんと繊細なので、1回でも
口に当たっちゃったらやっぱりちょっと違和感を覚える。すごく美味しいねがやっぱり美味しいになっちゃうというか、印象ってだいぶ変わっちゃうので、絶対味見って最初ね口全部入れるようにしてるんですよ。お寿司屋さんに関して言えばぜひやってみてもらいたいんですけど、骨一回全部残して酢につけてみて、全部口に残るわけはないんですよ。酢につけるタイプのお店であればその口に残んない骨っていうのは絶対あるんですよ。1日つけたら全部食べれるようになるんですけど、基本的にほぼほぼ全部これをばっかりは自分で試すのが楽しい。やっぱ内臓を守るようなところっていうのはちょっと硬めなんです。背骨と直結してるようなのはやっぱりちょっと硬めなので、そこは全部摘出した方がやりたいんですね。魚の骨もカルシウムたっぷり入れたお酢なので、もったいないから使い回しとかではなくて、ある程度継ぎ足し継ぎ足しでやるようにしてます。うなぎのタレみたいなもんで。普通のお店とは違ってやっぱりデメリットももちろんやっぱ正直少ないとは言い切れないですね。でも若手のチャレンジキッチンっていうところなので結構いろいろ変えたりします。じゃあちょっと炊飯の時こうしてみようかとか。小骨だとこうやって肉眼で見たいので座ってこう目線下げるんですけど、こういう太い骨ってある程度こうやって見た方が1本だけなんかこう違和感あった時に見えるので、味の時は立つみたいな自分に合ったやり方出てくるのはいい発見かもしれない。基本的にはもう2週間オーバーのもの、この古代だけちょっと別なんですけど、この冷蔵庫の中でしっかり水分抜いてあげるんですけど、その後はある程度保湿っていうところも必要なので、温度すごい大事にイメージなんですけど、結構湿度の方が重要なんですよね。ドライエイジング、ウェットエイジングって言われるのが、肉とかでもそうなんですけど、大体この2つなんですけど、いきなりやっぱりそのウェットでずっとやってしまうとちょっとネガティブな匂い出てしまうかなっていうところもあるというか、日数長いとこのさっきの下の水分の感じもう全く出てこないんですよね。しっかりとこの腐敗する水分がないっていう。入れてってあげるっていうのが一個コツですかね。今みたいにこうやって出てくれるので、外にペッてわかるんですか、こうやって外に出てくる。まだイサキだって色あるからいいんですけど、島味とかですよ、鱗透明なので、そういう面ではめちゃくちゃ気にしなきゃいけないのはやっぱり島味とかですかね。ヒラメの背中側はいいんですよ、黒いので。白い方だったらやっぱりちょっとちゃんと見てあげなきゃなとか。これ結構大変です。これも全部取る時もこうやってやったらここに混入する可能性あるので、全部引きながら。ここでの酸化っていうのもなんかされるんですよね。あれだけ乾かしてて水出てなかったじゃないですか。塩当てて浸透圧で水出してあげて、ある程度保湿してあげるだけで下今度またこうやってビシビシになるんですよ。こうやって表面積増やすと一気にこう熟成らしさという味と香りっていうところを一気に促してあげるスペースです。もう全部タッパーしちゃうと 100% の湿度、さっきのウェットエイジング状態なんですけど、ちょっとこうやって開けといてあげると空気に逃げてくるので、一番上と2段目でのここの締まり具合でも変わってくる。めちゃくちゃ変わるかっていうと、ここはもう結構自分のエゴ的な場所ではあるんですけど、やっぱ変わるんだなっていうところで、こうやってみようみたいな自己満足の世界ですけど変えたりはします。普通のお寿司屋さんだったらこの皮目の下のところにスッと入れるっていうんですか、この皮下脂肪の層に包丁入れてあげるっていうところなんですけど、
結構脂肪なので結構しっかり酸化後長期熟成系だと結構香りがつきやすいので、あえてちょっとこう残すようにちょっと浮かして包丁引かなきゃいけない。一般的な熟成寿司よりトリミングちょっと少なめな店にはなってます。その日数短めの中でじゃあ熟成感どうやって表現しようかっていうところである程度酸化口がつく場所を残してあげたいんですよ。長期熟成でさっきのこの段階で味見していい具合だったなと思ったら冷蔵庫でこの塩漬けの状態でちょっと入れといてあげるんですよね。で美味しくなっていくよねでズドンって腐敗するんでやっぱりこの辺で使って扱いきれなかったはダメなのでこの辺から使ってって使い終わりぐらいなんですよ。なのでやっぱこの辺だなってなった時はちょっとあえて常温でやったりあげたりするんですよね。筋荒ですね。22日から。ここは昨日の段階でおろした部分なのでまだちょっと動っている。ちょっと黄色くなってるのが俗に言う脂質が酸化したものなんですよね。この酸化香っていうのが熟成特有の香り、熟成香と言われるもの。どういう作業をしてるかっていうと大まかにはこの水抜く作業、脱水と酸化なんですよね。この酸化を促してあげないと基本的にはその一般的なお魚との違いやっぱ分かりづらいなって思っちゃうので、ここが低湿ゾーンですね。ある程度冷蔵庫の開閉してもそんなに問題がない魚さんたちないし営業で使うようなものなんですよね。なので基本的に営業中ここを開けることはまずないんですよ。飛行機こう離着陸って操縦士さんじゃないですか。でもなんか途中で多分オートパイロットするじゃないですか。もう簡単に言えばオートパイロット状態なのでエラー起きない限りある程度放置しとけるっていうこういう状況なんですよね。ただなんかやっぱエラー起きたらズドンと墜落するので気をつけた方がいい。最初来たところと特に最後の仕上げお寿司で出すところはパイロットないし我々やるべきですし、ちょっと水分を吸ってもらいたいっていうような時はこの紙で覆ったりします。深海魚系がやっぱりめちゃくちゃ水出るんですよ。6日でやっぱりまだまだ出てくるんですよね。近畿とかで言うとタイによっても渋鯛だったらこれそんな出ないんですよ。そう多分思ったのと違うなーっていう人多いと思います。こういうのを見る作業なのでこれ楽しいなーって思える人じゃないとなかなか。逆にこれの時に結構水分残っているのであればしっかり水を抜くのか忙しさに比例してだったらちょっと早めに使ってあげようとか、たまにやっぱりすごい水気の多いその個体の子だったりとかは出てきていることがあります。別にそれは個体差なのでいい悪いとかではないのでそのお魚が一番美味しいと思うなというタイミングを選んであげるっていうのは我々の仕事なんですね。なるべく釜はつけときたいんですけどやっぱり水分多いなっていうような状態の子たちはここやっぱりすごい腐敗につながりやすいところではあるので3日目ぐらいで摘出したりだとか初日から取っちゃったりとかっていうのも厳密にはあります。店定休日の日もこの紙を取り替えにだけですよ。ある程度メンテナンスというか。でもやっぱり何かエラーが起きた時に毎日見てないと違い分かんないよねっていうところも込みでやっぱ紙変えてっていうところなので一般的なやっぱお寿司とやっぱこの辺はちょっと違うかなって感じです。
炊く時にちょっとお酢入れるんですよ。最下層おこげ作るんですよね。でおこげのその香ばしさっていうのをお米の中に入れたいよねっていうところと、炊く時のお米を酸性にしたいっていう意味合いでお酢を入れております。めっちゃ水少ない。シャリ4合最下層おこげ作って捨ててるので炊き上がり 900g 切るぐらいなんです。それに対してお酢220とかなので 1.5 倍から 1.8 倍ぐらいですかね。倍までとは言わないですけど、もっと大きいの炊けばいいじゃんとかかもしれないけど、本店と同じ炊飯方法なのでこういうやり方、毎回変えれるっていうメリットを生かして将来的にはお寿司で丸々1匹頭付きでお出ししたいんですけど、いいのが思いついておらず、今のところこの開きで提出してるっていうのが現状ですね。100g に対して脂質 10g なんですよ。簡単に言うと体脂肪率 10% なんですよ。サワラで最近ブランドでトロサワラみたいなやつっていうのが 10% 以上のものをそういうブランドついたりするんですね。トロでだいたい 14% から 16% ぐらいなんですよ。食材中に水分と脂質が 50% ずつあった時に水どんどん抜けてって脂質が 70% の水分が 30% ぐらいのざっと比率になりやすいんですよ。なので結構熟成させたりした時にこの水抜けて脂質すごく感じやすくなって、他のうまみ成分とかも感じやすくなって味わい濃くなるっていうそういう理由なんですよね。ちょっと水分を置いてやっぱ白っぽくなりますね。仕立てのやつ結構こういう白っぽくなります。初めふつふつ中パッパっていうやつだったら、赤子の相手も蓋取るなって白米においてはそうかもしれないんですけど、煮え花があってはいけないと思うんです。個人的には全部同じ米にしないと平等じゃないというか、全部のお寿司に対してこう攪拌してあげて煮え花をあえて作らないっていう。伊予醸造さんの富士津を4種類、基本的には炊く時のお酢とシャリ酢ですね。お酢入れてるのに結構色がついてます。うちでいうとそんなにシャリ切らないです。お酢をまんべんなく回したいっていう意図でこれやると思うんですけど、ほぼ倍ぐらい入ってるのでそれがまず必要ないんですよね。でどうしてもシャリでガーってやってしまうとお米に傷がつくわけであって甘み感じやすくなるんですよ。実はよく噛んでくださいっていうシャリだと噛んでいるうちにどんどん甘みを出したいっていうところでなので、最初からそのでんぷん質をわざわざ出す必要がないよねっていうところなんです。なので何も考えないこのシャリ切りという動作だけであれば結構誰でもできるシャリではあるんですけど、このなるべくこう傷をつけないでもう目に見えて分かりやすくツヤを出したいっていう
的に米にダメージを与えたくないので、その接地面積の少ないこれ使ってます。お出しするのはここから40分から1時間後のものですね。中卸さんも安いの回してくれたので、アマダイフェアですね。マグロは山行さんの使わせていただいてて、そのお魚業者さんのダイソーさんというところを使わせていただいてるんですけど、すごいよくしていただいてて、基本的にその最初の水分抜くっていう作業の時に、その腐敗する水分、血も含めて全部水分ですよね。ぬめりも水分なので、そこの水分を取り除いてあげるっていうところで、魚の魚肉にやっぱり水分を与えたくないので、これで水洗いしてある程度水取ったら、ここからね今度頭取っていくんですよ。熟成かけるとやっぱ水抜けてったお魚ってめっちゃ水吸うんですよ。筋目もなので、さっきあれと思ったかもしれないですけど、塩当てないんですよね。もう塩溶かしたお酢にそのままつけてるんです。つけるお酢の塩分濃度だけしっかりちゃんと測って、毎回安定した塩分濃度のお酢でつけるようにしてるんです。やっぱり相談事だとかなんだかんだで週に1回は絶対行くようにしてるんですよ。ある程度自由聞かせてくださったりだとか、好きにやっていいよって言ってくれる白山さん、大将ですよね、うちの大将。やっぱりそこはすごく感謝してるんですよね。やっぱり離れから興味持って本店行ってくださる方いらっしゃるし、本店からの常連さんで可愛がってやろうみたいなんで来てくださる方もいるので、一人でなかなか何もできないっていうところも、そこのやっぱり根本にはやっぱりうちの大将好きにやっていいよってある程度ですよ。お店の色はちゃんと任してるんですけど、任してくれてるっていうのは本当にありがたいですけど。育った環境と食べてる餌で結構この味わいすごく変わってくるんですよね。白身魚がやっぱりそのシンプルだからこそちょっと特に分かりやすいっていう中で、アマダイは本当に餌の由来すごいんですよ。甲殻類っぽいような味、多分エビ科に食べてたんだろうなっていうような熟成させると味わいになったり、はたまたなんかすごい海苔っぽいような磯みたいな味になったりとか、うまみ強くて生なんだけど本当に干物みたいな味わい、そこでいうと脂がある程度あって、それが酸化促されて干物っぽく感じると思ってはいるんですけど、こんだけアマダイいっぱい来たので毎回違うアマダイの味楽しめるかな。これは最後お味噌汁、お魚の骨でお出汁をお味噌汁を作るので、だいぶ縮むんですよ。ちなみにどんだけ水あるんだって感じですよね。今日初日なので基本的にはこのまま一気に水抜いてあげて、3日ぐらいしたら薄く塩当てをあげるんですよね。よいしょ。これやっぱりある程度よいしょ。
重力利用してあげることもやっぱり結構最初大雑把に水をどんどん抜けてってくれるかなって感じ、ちょっと乾いてるんですけど中はこうちゃんとウェットっていうかある程度ジューシー感がある腐敗しない水分ですね。出ましたけど、いや、顔好きだから。あ、わかりました。じゃあ。カツオですね。縁側ですね。ありがとうございます。お、そうです。うん、おそらく。長野県信州産。中に少しだけ大根と玉ねぎ鬼おろしにして自家製のポン酢あえたものをちょっとして。これ本店からちょっといただいた山椒なんですけど、石臼でこう山椒を引くっていう人がいらっしゃって、そこの山椒をちょっと分けてくれて。結構熱い。Even though it is a little softer, but if you chew more when you eat, you will taste more flavor or more umami of the Yep. Thank you. 普段は夏場だと2種類穴子作るんですよ。熟成寿司の特徴のタンパク質が分解されて柔らかくなるっていうところと、うまみ増すの柔らかくなるが、その煮穴子と煮るわけじゃないですか。タンパク質凝固する作用なんで、柔らかくなるっていうのが分かりづらくなっちゃうんですよね。まずこの一般的に穴子で言うと熟成させてないので、握れるギリギリまで柔らかく煮るっていうのは
まず1個なんですよね。じゃあその熟成という縛りの中での穴子として、夏場だけ生に近い穴子をお出ししてるんですよね。この開いた状態のやつを干してで約1週間ほどかけてエイジングかけるんですけど、ちょっとまだ時期的になので今日は普通の穴子だけ仕込みなんですけど、さっきの穴子の例でいうと熟成感がわからない分、じゃあどうするって最後の穴子に何求められてるかっていうのを考える。じゃあデザートに穴子くださいみたいな比喩表現するような方とかもいらっしゃるので、ふわふわとろとろ柔らかい甘みが強いような穴子はやっぱり世間一般では求められてる。やっぱりこういう路面店である程度いろんな人が来るってなると、一般的にやっぱりある程度イメージしてる中での提供っていうのも大事なので、2種類用意するっていうのもそういう理由なんですよ。今日来た子です。浜田でいうとここの内臓すっごい悪さするんです。これぐらい過食なんですけど、ガッツンっていくので過食ここなんですよ。ラストもう一回水足して完成って感じですかね。すごく美味しいので、百薬っていうこの酒屋さん、一般販売されてないラグジュアリー日本酒って言って4、5瓶でだいたい単位だけ2万円で売られてるみたい。一般販売されてない日本酒っていうのがうちと本店ともう1箇所ぐらいって言ったかなで売られてるものなので、この辺は一般販売されてるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。うちのお店でもファンの方多くて、100円というと年数が違うっていうところと、丸1と丸2で同じボトルなので使っているお米とか変えるので度数が変わってくるんですね。今度丸2で年数が変わってくるで、これもそのさっき言った一般販売されてない陰影ってやつで、酒蔵まで来てくださったらお売りしますっていうぐらい、それぐらいその我々販売者の方もお互いにバランス取ってくださってるっていう、すごい優しい方で、東京の多摩狛江市で作られていて、これも今都内で販売は3店舗のうちと本店と茶通ちゃいだね。怒ってる人が言えないけど。よかったな、これは。穴子のぬめり取るってお店もあるんですけど、なんか取らない方がいいかなって。このぬめりだけ取って一回オーブンとかで焼いてみたんですけど、別にまずいものでもないですし、結局調べて粘膜タンパク質なので、ぬめり取って一緒にここに入れてみたりとか、なんかいろいろやってみたんですけど、別に取る必要がないなという、全然変わる可能性はありますけど、今は取る必要ないような穴子大好きな人たちに実は一個おすすめがあって、山佐醤油さんと遠州の三河みりんさん、結構有名どころのやつを入れたビールなんですよ。
ちょっとだけまかないみたいなので最初入れてみたら、炭酸でやっぱり荷質柔らかくふっくらしますし、お醤油とみりんが入ってるので簡単に味が決まるっていう。なんか穴子ないし、こういうちょっと茶色いミール系でちょっと足りない時すごいおすすめです。For the high piece, do you have any allergy or something you don't like? お任せ5貫とハイボール。ハイボールで。別名があれでしたね。赤人ミール。色的にも結構。でもこれちょっとトロピカルな。これあれですか。神奈川県産。こちらでお選びするんですけど、何かアレルギーや苦手なものはございますか？痛みがまだいでございます。召し上がっていただくと、より魚の旨味だったり、香りを楽しんでいただけると思います。カツオでございます。ミキサリです。ぐらいの頭のまま塩水を吹きながら熟成しています。見た目も生ハムのような。みんな金曜日と黄色い点です。もうお味ついてます。室内にいると爆裂。素晴らしい。もうしっかり熟成感出るものもあれば、結構取れたてですかぐらいな感じだと思うんですけど。お任せ。スパニッシュマクロ。最大のデメリットこの This is beautiful. 面白い。ボルドーで寿司屋さん。寿司シェフ、ボルドー、元ソムリエ、ソムリエ持ってもらって、同じだねって。
I sent this to my chef because she's pregnant actually and she cannot eat raw fish. And she loved it. これぐらいの価格帯での熟成寿司っていうのが、まあ、そもそも少ないっていう中でやっぱりお客様の目線に合わせやすいっていうのがすごいここの商業施設の売りだったとは思うので、興味持っていただいてよろず本店にもすごくつながっていってくださったっていうところで、まあ、自分の店ではないのでまだ構えてるわけではないので限定でお店任せてもらったっていうところでいろんなことにチャレンジをしていくっていうことができた。でまた将来ゆくゆくはやっぱりお店自分で出すないし任せていただけるってなった時に今回の反省と、まあ、いいところ悪いところはもちろんあったので、まあ、そこを生かしつつお店としてというかなんかこう体力つけれたらなと思ってますね、はい、またなんか本店の方も一回戻りますけどまた何かこういうお話があればぜひ任せてもらえるような人間にはなりたいですし。やっぱりお客さんついてくださったことって本当にこの1年間すごく宝なのでねすごく楽しい1年だったなというまとめですね。はい。おやすみなさい。